ヘイシリ。はい。ライトオフ。というわけで、このスイッチに設置しました。横でこの押しボタンを押すことによってライトオフ。チャ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 ーにゃ。さあ始まりました。ケイちゃんのバンコンマイルームでございます。今日はですね、またこの我がキャンピングカーリュウ350ことバンミロちゃんですね、 IoT 化をしたいと思います。はい、IoT 化ってなんだって、もう家電をですね、スマートフォンとか、あとよくあるのはシリとかアレクサとかって言ってですね、なんでもないよ、はい大丈夫、はいごめんね、はい、大丈夫ごめん、大丈夫、もうインターネットとまあ家電を接続するみたいなものを IoT とざっくり言うと言うらしいんですけど、それをですね、このキャンピングカーで私ちょっと導入したいと思いまして、例えばキャンピングカーって電気をつけるスイッチ、はい、という感じでですね、物理ボタンでつけたり消したりするんですけど、まあそんなの手伸ばしてやればいいじゃねえかって話なんですけど、いやそこはあえてやりたい。で、この IoT 化することによって、ゆくゆくはですね、いろいろな拡張性もこれはかなりある、機能になっておりますので、それをですね、今のうちから導入しておくと、まあ、今後カスタムに役立つんじゃないかということで、今回こちらを購入しました。ババン。ハブ2でございます。スイッチボットから出てるハブ2ですね。こちらはですね、まあ、去年出てた商品で、これと、もう一つ、こちらです。これはですね、物理ボタンを押すような、こっちがついておりまして、これとこれを接続することによって、音声制御だったり、スマートフォンとかで、パチパチパチつけたり消してすることができるようになるんじゃないかなということをちょっと目論んでおります。この初めて導入するんですけど、このハブ2はですね、ちょっといろいろな学習機能があるんですよ。赤外線を学習することができるんですね。赤外線リモコン。まあ、例えばテレビのリモコンとかも赤外線リモコンですね。あとはクーラーとかもそうです。必ずしもスイッチボットの製品じゃないと使えませんよってことではなくてですね、これにリモコンを学習することもできると。さあ、じゃあ早速開封したいと思います。スイッチボットハブ2からこれ開封しようかな。マニュアルですね。当然よくある怪しいやつじゃないのでフルカラーであります。タイプ C で使うっぽいんですけど、ここがどうも輝度とあと湿度のセンサーになってるらしくて、これをつなぐとなんか測れるそうです。これが本体ですね。スイッチボットハブのツルツルで何もない。ここがパカッと開いて、ここになんか USB のやつを挿す場所がありますね。これなんですけど、マターっていう機能聞いたことある方最近いるかなと思うんですけど、これにも対応してるらしくて、要はSiri だったりとか Alexa とかいろいろ音声で、制御するもの、スイッチボットもそうですね、ありますよね。で、それってそれぞれの規格らしくてですね、これはそれらを統一しましょうっていう運動があって、マターっていうのを今後統一されていくらしいんですけど、にも対応してると。ただ、マターに対応してる機種自体がまだ多くないんですって。なので、これから増えると思いますけど、というものらしいです。消費電力は 1,2W ぐらいですね。まず、基本はこの2つをリンクさせるところから始まると思うんですけど、ここに、スイッチボットっていうアプリがありまして、これはあらかじめダウンロードしております。で、これで、メールで登録する風になるので、とりあえず登録をしといてから始めるとスムーズに進むと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずこれを押します。で、今デバイスがありません。これ開くとまずこういう風に出るんですけど、デバイスを追加するとここに出てますよね。ス
スイッチボットハブ2、スマート電球ハブミニ。ハブ2が2つある。はい。で、こうなったら、これを2つ押す。で、このランプが高速に点滅したら、次をタップしてください。次へ。で、2.4 のネットワークのみに対応しているので、Wi-Fi、これ家の Wi-Fi なんですけど、2.4 ですね。はい。で、ここに、これうちの Wi-Fi なんですけど、これにパスワードを入れます。で、パスワードを入れた状態ですね。Wi-Fi って接続してくれということなので、これで、次。これ名前変えれますね。ハブ2でいいです。で、理由の選択。ファームウェアのアップデートとかでやっていきましょうか。はい。アップデートができたみたいですね。落下して知らせてくれるというパターンでした。はい。ファームウェアのバージョンが 1.5 の 1.0 という感じ。これがどうも現時点の最新っぽいですね。で、ここでいろいろあるんですけど、リモコンを追加。ここでですね、リモコンをいろいろ追加したりすることができるんですね。はい、これでハブ2を記憶させることはできました。ではちょっとこれを開封してみましょうか。スイッチボットね。基本的なやつ。ちっちゃいね、意外と。なるほど。大きいね、意外と。こういうものみたいですね。なるほど、なるほど。これを取りまして、で、これが絶縁シールなんですね。これを外す。外したよ。ちょっと黒に黒で全然わかんないですけど。デバイスの追加。あった。デバイスの追加。これか。ボット。あった。これ。右のボットアイコンをタップして追加して。これね。これ次へ。ボット。これ電気のスイッチにしてるんで、これボットオンって感じしてきますね。で、登録はこれでできた。成功。で、置いたとしてテスト。非常に見にくいんですけど、見えますかね。ここで見えるかな。実はもう一個買っておりました。これオフですね。オフ用のやつなので、これもちょっと同じように設定したいと思います。もうね、わかりましたよ。オンの方です。はい、っていう感じで、とりあえず動くようにはなりました。これハブあんま関係なくても、ハブ関係なくてできますけどね、これは。スイッチボットなんですけど、今回2つ購入したんですけど、ちょっと動き設定で変えられるらしくって、シンプルなのはこっちですね。シンプルな動きは、はい、という出て引っ込むっていうだけですね。こっちの方なんですけど、この最初からちょっとポッチが出てて、っていう風になって、もう一回押すと、
はい。というですね、この2アクション設定で変えれるんですけど、僕もてっきり勘違いしてて、パチパチ2ボタンで押すスイッチ、こっちに倒れるみたいな、そういうシーソー型のスイッチは2ついるのかなと思ったら、どうもこれ1つでできるみたいですね。はい。というわけで今、このスイッチに設置しました。横で、ここの押しボタンを押すことによって、上。で、オフをするときは、これが、この、粘着でついてるこれを引き上げる感じでオフにするんですね。ちょっとやってみますと。はい。今これで引っ張り上げて消えて。はい。という感じになりました。先ほどお見せした通り、スイッチボットはとりあえずスイッチにつけてます。で、あとはこのスマホで、設定をするだけなんですけど、これはもうひたすら画面はただ僕がいじくって例で申し訳ないんですけど、ゲップ出ました。ごめんなさい。まず最初にスイッチボットのアプリを開いていただいて、登録されているこのライトっていうのが、これはまあ自分で名前変えれるんですけど、をまず選択します。なので、ここでですね、この、ボタンを押して詳細設定のを押すとこの画面になるんですけど、この中でクラウドサービスっていうのを選択します。そこで、まあ、いろいろ Google とか、Alexa とかいろいろリンクしたものを選べばいいんですけど、今回僕 Siri なんで、まず Siri をチョイスして、2つチョイスできます。オンにするとオフにするっていうの。だから、まずオンにするのショートカットを作ります。で、短いフレーズが録音。ライトオン。はい、できました。そして、もう一つ。今度は、オフのショートカットを作ります。同じように資料を選択して、オフにする。で、ここでフレーズを入れます。ライトオフ。で、完了です。ここまでしたら、ショートカットがこの iPhone の中でできてますので、ちょっと見てみます。このショートカットですね。を押して押すと、はい、ここにライトオフ、ライトオンっていう風に2つ項目あるの分かりますでしょうか。で、この2つ、ちょっとライトオフとオン、ちょっと違う。とりあえずここにショートカットがこういう風にできたら、もうこれで完了です。ではですね、早速、Siriを使って、こちらの明るさを制御したいと思います。僕見ててください。制御、全くしてないですね。喋りだけでいきます。Hey Siri。はい。ライトオフ。Hey Siri。はい。ライトオン。はい。ご覧いただきましたでしょうか。これで、音声制御で、この、私のキャンピングカーの電気をつけたり消したりするようにすることができました。これできたんですけど、一応これで今回やりたいことは完成です。で、ここからさらにいろいろやりたいこともまあ細かくあるんですけど、まず基本形ですね。で、使って分かったことが、この Hub2 を使ってやるときですね、今のこの Siri を使って、動作をさせるときは、インターネットに Hub2 が接続されてる必要があるんです。だから僕がこれ離れて、家のすごい外からライトのオンオフとかもできるんですよ。できるんですけど、Hub2 がネットに繋がってないとダメというようなですね、難点があります。じゃあ、結局 Hub2 じゃないと使えないのかっていうとそうじゃなくてですね、ここにリモコンがあるんですね。で、このボタンを押すことによって、今押しました。はい、消えます。はい、つきます。はい。これはですね、今度はインターネットを介さずに Bluetooth で繋がってる接続なんですよ。まあ、ぶっちゃけ、キャンピングカーだから電気なんで、伸ばして消せよって言ったらできるっちゃできるんですけど、おそらくちょっとロマンのために一回やってみました。なので、ネットさえ繋がってれば、
リモートでこの車からキャンピングカーが離れててもオンオフできますし、ネットが繋がってない環境だったらこの Bluetooth が届く範囲であれば手動でオンオフできます。IoT というのがまさにそのインターネットを介していろいろ家電を制御しようというシステムなので、当然それはそうなるんですけど、というですね、感じになっております。なので、これちょっと考えました。ポケット Wi-Fi をこのキャンピングカーに常設してるんですけど、それとスイッチハブ2を常に接続している状態だったら、これは先ほど言ったみたいなことが、離れててもできますよということですね。それが効率がいいかどうかで言うとちょっとよくわからないんですけど、それをやった方がいい。ペットを飼ってる人がキャンピングカーを離れてる時に、リモートで、クーラーをオンにしたりオフにしたりするみたいなことは、多分これでなんとなくできそうだなとは思います。はい。というわけでですね、今回、大々的にキャンピングカー IoT 化計画というふうに銘打ってやりましたけど、ぶっちゃけ電気がつくか消えるかというだけですが、入門としては、まずやってみました。これからですね、またなんか思いついたら、こんなのこういう家電をリモコンで動かしたいな、みたいなのをちょっと、試してみたいと思います。というわけで。さあ、というわけで奥さんいつも通り、それではまたお願いします。はい。はい。それではまた。ヘイシリ、はい。ライトオフ。はい。実行します。